このチャンネルには、シニア犬の後ろ足の衰えを心配して動画を見に来てくださる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、実は弱った局部だけを、マッサージしてもですね、根本的な解決にならないケースというのも実はあるんです。今日は加齢以外に筋力低下を、加速させてしまう原因についてお話しします。そしてご家族が何をしてあげられるかっていうことについてもお話ししていきますので、一緒に考えていただけたら嬉しいです。まずですね、皆さんの愛犬の最近の様子について、多角的に考えてみていただきたいんですけれども、この中に思い当たる節があるでしょうか？何についてストレスになるかっていうのはもちろん個体差があるところですけれども、犬の体はですね、負のストレスを感じるとき、コルチゾールと呼ばれるストレスホルモンを分泌します。過酷なトラウマとか死別を経験したり、あるいは継続的なストレスにさらされていると、コルチゾールの過剰分泌状態がそのまま高止まりしてしまうということがあるんです。で、ここがポイントになりますけれども、コルチゾールにはエネルギーを脂肪として蓄えるっていう働きがあるんですね。なので、本来体が機能するために必要なエネルギーも、脂肪に変換しようとしてしまうわけです。そのために体は、筋肉をアミノ酸に変換して、つまり自分の身を削ってエネルギーを作り出して、なんとか体を維持するという状態になってしまうんです。ですから筋肉量の低下は、加齢だけではなくて、ストレスの問題であるとも言えます。また病気が原因でコルチゾールが過剰分泌されてしまうという場合もあります。クッシング症候群というのがその病気ですけれども、お腹がポコンと出て見えることが多いので、太ってきたと誤解されることも多いんですけれども、これはコルチゾールの過剰分泌によってエネルギーが脂肪に変換されてしまうせいなんですね。この今見ていただいているワンちゃんはクッシング症候群の治療中だったので、後ろ足の筋肉量をこれ以上持っていかれるということはなかったですけれども、似たような症状があるという方はですね、ぜひ早急に、受診してください。病気でなくて心の傷とか、トラウマっていうのはですね、特に初期においては血液検査とかレントゲンでは、はっきり、出てくるところではありませんので、飼い主さんが早く気づいてあげられるということがとても重要になってきます。補足ですが、筋肉量の低下や神経障害、つまりうまく歩くことができないという状態はですね、ストレスがなくても必須栄養素が欠乏している場合にも見られます。栄養バランスを確認せずに手作り食を続けている方は特に注意が必要です。まずですね、こんなことがストレスって言えるかなとか、これぐらいは我慢できるでしょうとか、自分を基準に考えないでっていうことがまず皆さんにお願いしたいことです。一頭一頭感じ方っていうのも違いますので、前の犬も大丈夫だったとか、どうしても飲ませなきゃいけないお薬なんだから嫌がってもしょうがないと、そういう考え方は一旦ちょっと忘れてですね、今、目の前の犬のストレスはどうやったら、軽減できるかっていうことに、注力していただきたいと思います。犬が一緒に住んでいた人や犬を失った場合ですね、避難期間、グリーフピリオドと呼ばれるものは約6ヶ月だというデータがあります。もちろん関係性の違いによっても、個体差はあるでしょうが、一応そう言われています。どんな時に気分が少し、楽になってるのかなと、どんなことしたらちょっと落ち着けるのかなと観察してみるといいと思います。そばにいて撫でたりマッサージすることで嬉しそうなのか、それともそっとしておいてもらえる方が、ありがたそうなのか、愛犬の反応によって、こちらの行動を探っていくところから始めるといいと思います。うちのブレアはですね、2024年に、
前のママを亡くしまして、それでうちに来たんですけれども、最初からすごく聞き分けのいい子で、全然困ることがなかったんですね。かといってすごく嬉しそうかっていうと、そうでもないし、じゃあすごく悲しんでいるかといえば、そんな様子もないので、表情がない子ではあったんです。食欲も旺盛だったこともあって、あまり寄り添ってあげる必要性も感じていなかったんですね。ブレアの前のママのお母さんが、ブレアのことをすごく気にかけていてくださって、今も仲良くさせていただいてるんですけれども、去年一緒に里帰りさせていただくことができたんです。ブレアにですね、前の家も今の家も両方ブレアの場所だっていうことを教えてあげられるいい機会だと思ったんですね。で、あちらのお家に着くと、もうブレアは本当に嬉しそうで、家の勝手を知ってるっていうこともありますけれども、もう自信に満ち溢れて見えたんです。だからといってですね、もう家を離れたがらなかったかというと全然そうじゃなくて、もうさっさと玄関の方に自分で歩いていて、まだ帰らないのみたいなことを何回も繰り返していました。これがブレアにとってどういう変化をもたらしたのかっていうのは私には説明できないんですけれども、それから少しずつ表情が柔らかくなっていって、その日を境にですね、私たちの関係が、さらに深まったっていうのは事実なんです。ですから、もし皆さんも、辛い大きな試練があった後とかですね、家族を亡くした後とか、そうじゃなくても、愛犬にとって、大きな、ドラマを受けた後だったり、いろんな場合があると思いますけれど、もし、ちょっと何か思いつくことがあるんであれば、そのワンちゃんがもしかしたらこうしたら、すごく喜ぶんじゃないかなとか、ここに連れて行ったらいいんじゃないかなとか、あの人にもう一度会わせてあげたらどうだろうとか、ちょっと何でもいいんですけれども、思いつくことがもし気にかかっていることがあるんであれば、ぜひ、やってあげることをお勧めします。死別のような大きなトラウマでなくてもですね、コルチゾール過剰分泌につながるストレスというのはいくらでも日常生活の中にあります。関節炎などの慢性痛が、いい例ですけれども、それも、飼い主さんが早く気づいてあげられることで、ストレスを軽減してあげることができますし、お薬や歯磨き、爪切りなどですね、犬が苦手なことも、体を拘束して無理やりやることだけが、選択肢ではないです。他にもいろいろなやり方がありますので、それを工夫してあげることで、その犬が受けるストレスをぐんと軽減してあげることができます。こちらはですね、私がインスタでフォローしているグルーミングサロンなんですけれども、茨城県のペットサロンライフさん、大分県のグルーミングサロンハグドッグさん、神奈川県のサロン犬のなるきさん、で長野県のドッグケアサロンココロさん、それぞれ皆さんですね、犬の心と体の負担を軽くするためにいろいろな工夫をされているので、もう見ていると本当に、幸せな気持ちになります。お近くの方はですね、ぜひご相談されてみてください。大きなストレスも小さなストレスの積み重ねも両方犬の幸福度を下げてしまうだけでなくて、実は筋肉量の低下も加速させてしまうというお話でした。全てを変えることは難しいかもしれないんですけど、できることからまず始めてみましょう。最後までご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。